皆様こんにちは、テクノアイです。今回の動画では人物の画像に動画のモーションを転送し、キャラクターを動かす方法についてご紹介します。今回ご紹介するミミックモーションは無料で利用できるオープンソースのソフトウェアです。この動画ではミミックモーションの概要、インストール手順、ワークフロー、使い方のコツについて順番に分かりやすく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。それではまず、ミミックモーションの概要からご紹介します。ミミックモーションとは、動かしたい静止画像に対して、動きの元となる動画を指定することで、動画からフレーム単位の骨格ポーズを自動的に抽出し、新しいモーション付き動画を生成できるオープンソースソフトウェアです。動かしたい静止画像と動きの元となるリファレンス動画を指定するだけで、比較的簡単に新しい動画を生成することができます。すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今回から説明用の資料はナノバナナを使用して作成しています。そのため、一部に不正確な表現が含まれている可能性があります。あらかじめご了承ください。続いて、ミミックモーションの実行環境とライセンスについてご紹介します。冒頭でもお伝えした通り、ミミックモーションはオープンソースのモデルで無料で利用できます。ライセンスには Apache ライセンス 2.0 が採用されており、商用利用や再配布も可能です。ただし、利用する際には著作権表示を行う必要がありますので、その点にはご注意ください。次に、推奨される動作環境についてです。ミミックモーションを動作させるためには、NVIDIA 製 GPU と十分な VRAM 容量が必要になります。また、比較的大きな RAM 容量と Python の実行環境も必要です。ハードウェア構成の目安としては、最低構成 VRAM8GB 以上、RAM16GB 以上、推奨構成 VRAM12GB 以上、RAM32GB 以上となっています。なお、今回の動画では、RTX4060 VRAM8GB とメモリ 32GB の環境でも実際に動作させることができましたので、その実例も合わせてご紹介していきます。それでは、ミミックモーションのインストール手順についてご紹介します。基本的には GitHub に掲載されている公式のインストール手順に従って作業を進めれば、問題なくインストールできるはずです。GitHub の URL はいつもの通り、動画下の概要欄に記載しておきますので、そちらをご確認ください。なお、今回は ComfyUI を使用して実行する方法をご紹介します。すでに ComfyUI をご利用の皆様は、AI 環境の構築に慣れていると思いますので、細かい部分の説明は一部省略させていただきます。まずはじめに、環境構築とリポジトリのクローンを行います。Python、Git、CUDA の環境を準備し、GitHub に公開されているミミックモーションのリポジトリをクローンします。次に、学習済みモデルの外注を行います。配置場所については、公式のインストール手順に詳しく記載されていますので、そちらを参考にしてください。そして最後にワークフローを実行します。ワークフローについては、私が作成したものを動画下の概要欄やコメント欄に掲載しておきますので、必要に応じてご利用ください。もし万が一、インストールや実行の途中でトラブルが発生した場合は、エラーメッセージをチャット GPT やゼミナイなどの AI チャットに貼り付けて、解決方法を確認してみてください。それでは、ワークフローの構成についてご説明します。全体のワークフローは画面に表示している通りです。この画面では文字が小さくて読みづらいと思いますので、ワークフローを前半部分と後半部分に分けて説明していきます。まず前半部分では、1、元画像として動かしたい静止画を、2、元動画として動きの元となるリファレンス動画を読み込みます。その後、それぞれの画像や動画をリサイズします。この時、画像の変形を防ぐために、Keep Proportion をパッドまたはパッドエッジに設定してください。この設定を行わない場合、画像の比率が崩れ、大きく変形してしまうことがありました。続いて、3のポーズ画像が生成されます。このポーズ画像はミミックモーションが自動的に作成し、そのまま後半のワークフローへと処理が進みます。
後半部分では、まず学習済みモデルをロードし、その後潜在空間のデータの統合サンプリングを行います。この時、入力画像のサイズが64ピクセルの倍数になっていない場合、フレーム数が足りないというエラーが発生することがあります。そのため、入力画像は縦横ともに64ピクセルの倍数にしておく必要があります。なお、VRAM が 8GB の環境では、長辺がおおよそ640ピクセル程度までが実用的なサイズになります。画面サイズの設定については、画面の表示を参考にしてください。ワークフローを実行して生成された動画は画面の通りです。モーションについては、リファレンス動画の動きをほぼ正確に転写できていると思います。ただし、いくつか注意点もあります。まず一つ目は、背景が揺れてしまうという点です。そして二つ目は、顔が不正面に以外の向きになると崩れてしまう場合があるという点です。そのため、動画を生成した後に、顔については前回の動画でご紹介したフェイスフュージョンを使って修正を行います。また、背景については、ワークフローを改造して静止画の背景を合成する方法や、グリーンバックの背景にして OBS スタジオなどで背景を合成する方法などで対応できます。顔を修正した動画は次の通りです。なお、背景を合成するためのワークフローについても、動画下の概要欄やコメント欄に掲載しておきますので、必要に応じてご利用ください。また、今回生成した動画は、元画像と同じ理科税量で作成されているため、やや画質が低い見える場合があります。そのため、顔を修正した動画をさらにフレームパックスタジオで解像度を2倍にアップスケールし、合わせてピンポン形式のループ動画に加工しています。加工後の動画は画面の通りです。いかがだったでしょうか？私の環境では VRAM が 8GB という制限があるため、解像度をあまり大きくすることができませんでした。そのため、生成された動画はところどころ崩れが目立つ仕上がりになってしまっています。そのため、顔を修正したり、解像度をアップスケールしたりと多少手間がかかっています。VRAM に余裕のある環境をお持ちの方であれば、こういった追加作業はある程度省けるかと思います。ただし、綺麗な動画を生成するためには、元になる動画の選び方も重要です。例えば、人物が正面を向いているもの、動きがあまり激しくないもの、顔ができるだけ正面に近いもの、手足がしっかり映っているものといった感じの動画を使うと、比較的綺麗な結果が得られやすいでしょう。また、全身の動きを生成する場合は、縦長画像を使用した方が、顔の崩れが少なく、より自然な仕上がりになります。一方で横長画像で覚醒する場合は、上半身のポートレートなど、元になる画像や動画を工夫する必要があると思います。現在では有料のサービスでもモーション転写が行えるものがありますが、ローカル環境で同様の処理ができるという点は大きな価値があると思います。実際にどのような場面で活用できるかは皆さんのアイデア次第です。当チャンネルでは 3DCG や AI、動画編集などに役立つ情報を発信しています。今後の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また、私のサブチャンネル、やってみるのチャンネルでも動画を公開しています。3DCG や音楽が好きな方に特におすすめの内容となっています。動画下の概要欄にリンクを掲載していますので、ぜひ遊びにいらしてください。最後に、過去の動画でご紹介したフェイスフュージョンやエースステップを使って、オリジナルのエンディングソングを作成しました。タイトルは、また君の隣で。幼馴染の再会から始まる新しいラブストーリーを描いたミュージックビデオです。ぜひ最後までお楽しみください。それでは皆様、ごきげんよう。資料抱えて顔を開けたら懐かしい声がした。振り向いた先スーツの君、取
取引先の課長さん、少し大人の顔だけどその笑顔変わらない。小さな頃の帰り道、ランドセル揺らし歩いた、転んで泣いた私に手を差し出した君。ねえ覚えてる？夕焼け染まる校庭で笑いながら走ったあの頃の私たち。遠く離れても消えない想いがある。偶然みたいな再会がまた君を連れてきた。中学の春突然のこと、君は遠くへ引っ越して、駅のホーム小さくなる背中を見よする。それぞれ違う毎日で違う恋もしたけど、忙しい時間中で思い出は眠ってた。だけど今日から